例えばアメリカの荒野をレンタカーで先生が運転して旅している時に窓を開けて外にちょっと乗り出しながらハンバーガーをかじって、でそれをコカ・コーラで流し込むっていう、その行為をやっただけでも結構感動が大きかったんですよ。こんなアメリカのロードトリップみたいな映画みたいなことを自分がやってるなんて本当に数年前までは想像もつかなかったんで、ずっと下手したらこれ実家の部屋で最後迎えるかもしれないなとか、そういうことを考えてたんですけど、なんか反強制とはいえちょっと勇気出してよかったなって思いましたね。あとはやっぱりアメリカまで付き合ってくれた親友の存在が大きかったですね。ただなんかハンバーガー食べてた時もそうですけど、乾燥してる地域で食べるハンバーガーってなんでこんなに美味しいんだろうとか、それこそ乾燥してる地域で飲むコカ・コーラってなんでこんなに美味しいんだろう、これ以上に美味しいものってないんじゃないかって感じるんですけど、日本に帰ってきて同じように食べるとなんかやっぱり美味しくないなって、それどころかやっぱりお米食べた方が美味しいなとか、やっぱりその地域に合ったものっていうのはあるし、その地域だから形成されるその人間の性格とか、そういったものもきっとあるんだろうな。僕の人生のターニングポイントについてお話しします。ゼミの先生とアメリカを旅するということが始まったんですけど、ロサンゼルスの空港で降りて、で空の青さでもう感動してしまって、もう自分の中のキャパシティがもうから溢れるような出来事ばっかりだったんですね。でいろいろあったんですけれども、例えばマクドナルドで食事をした時に一緒に行った友達とか先生とかバーッと並んだんですけど、並んだ時僕は一番後ろだったんですね。でそうすると注文の時にみんな英語そんな得意ではないので、先生は得意なんですけど得意ではないのでしどろもどろなんですね。で黒人のおばちゃんが早くしてよっていう表情で忙しいんだからっていう表情で接客してるんですけれども、あの表情されるの嫌だなって思ってたんですよ。ネガティブだったんでですけどその友達とのやり取りを聞いていると大体引っかかってる部分がどういう部分かっていうのが分かってきて、要はサイドメニューを何にするのか、ドリンクを何にするのか、持ち帰りなのかどうかとか、それをおばちゃんは聞いてるんですけどうまく答えられなかったりとかあったんで、これ全部聞かれる前に答えちゃおうと。で自分の番が来た時に例えば何番のセットでドリンクはコーラでサイドメニューはフレンチフライで持ち帰りでよろしくみたいな感じでバーって言ったら、おばちゃん満面の笑みでパーフェクトって言ったんですよけど日本であんな接客を受けることってなかったんですね。なんで笑顔でお客さんに向かってパーフェクトなんて言えるんだって。でもその瞬間にもしかしたら日常のちょっとしたことを自分で楽しんでいいのかなっていうふうに感じたっていうのが、アメリカの一番初めの方に受けた衝撃の一つでその後アリゾナ州に行ってホースシューベンドって呼ばれるところに行ったんですけれども、そこが馬の蹄のような形で川が流れている渓谷だったんですけど、上から眺めた時に乾燥地帯なのでどこまでもはっきり見える、もう水平線からもう何からはっきり見えるところだったんですね。でその時にもう広大な景色なはずなのにはっきり見えすぎてどうもミニチュアのようだと。で先生に「先生あれ対岸まで何メートルぐらいですか?」っていうふうな質問をしたら「バカ野郎何十何百メートルあるわ」と「場所によっては2キロぐらい離れてたりするよ」と言われて「え嘘だろ?」でもそれって日本じゃ考えられない景色だったんですね。日本ってやっぱり湿度が高いので遠くのものほどちょっとぼやけて見える、もうその時点である程度の距離感を把握できるんですけど、乾燥地帯ってこんなに距離感を把握できないものなのかって、やっぱりそれは行ってみないとわからない、体験してみないとわからないことだったんじゃないかなと思いますね。確かに目がいいっていうのは本当に良かったなと思いますね。
手前のものすら見えないっていう友達やっぱりいますけど、考えられないんですよね。自分の毛穴とかもはっきり見えるので、遠くのものもはっきり見えますし、確かにこれ目が悪かったらこういった作品には至らなかったかなって感じますね。怖いんですよ眼鏡をかけるっていうのがもう想像がつかなくて怖いんですよ。よく言われるんですよね。ただなんでそんなに38にもなってまだ視力保ってるのって言われるんですけど、おそらくよく寝るからだと思うんですよね。あんまり子供の頃から徹夜とかしなかったんで、それが多分功を奏してるんじゃないかなと思いますね。そうですね。他にも例えばアメリカの荒野をレンタカーでこう先生が運転して旅している時にこう窓を開けてこう外にちょっと乗り出しながらハンバーガーをかじって、でそれをコカ・コーラで流し込むっていう、その行為をやっただけでも結構感動が大きかったんですよね。こんなアメリカのロードトリップみたいな映画みたいなことを自分がやってるなんて本当に数年前までは想像もつかなかったんで、ずっと下手したらこれ実家の部屋で最後迎えるかもしれないなとか、そういうことを考えてたんですけど、いやなんか反強制とはいえちょっと勇気出してよかったなって思いましたね。ただなんかそのハンバーガー食べてた時もそうですけど、乾燥してる地域で食べるハンバーガーってなんでこんなに美味しいんだろうとか、それこそ乾燥してる地域で飲むコカ・コーラってなんでこんなに美味しいんだろう、これ以上に美味しいものってないんじゃないかって感じるんですけど、日本に帰ってきて同じように食べるとなんかやっぱり美味しくないなって、それどころかやっぱりお米食べた方が美味しいなとかあったので、やっぱりその地域に合ったものっていうのはあるし、その地域だから、形成されるその人間の性格とかそういったものもきっとあるんだろうなっていうふうには感じましたね。そうですね。もともとその東京生まれ東京育ちっていうのもあって自然が身近ではなかったと、公園があるぐらいでしたから、そんなの地方の友達から言わせると「いやそれ自然じゃないよ」とただの公園だと。でもその異物とはいえ、嫌な気持ちはもともと持ってなかったんですよ。だけどそういったアメリカの景色、それこそ海外の、ヨーロッパまだ行ったことないですけど行ったらまた違う景色が広がってると思うんですけど、あの景色を見てしまえば、なるほど、地球という同じ星に住んで同じ人間として生きてはいるけれども、これだけ環境が違えばそれは考え方も違うわな。環境だって時代によって変化してるし、それはその時代その時代で考える人も変わってくるよね。なんかそういうのを実感できたのは大きかったかなと思いますね。あるでしょうね多分それに関してはもう本当そうですとしか言えないですね。あとはやっぱりそのアメリカまで付き合ってくれた親友の存在が大きかったですね。やっぱりその親友もすごく、自分と違ってものすごく頭のいい面倒見のいいやつで、自分が例えばネガティブに物事を捉えて傷ついてるとそれを敏感に察知してくれるんですね。でその「お前どうした?」と言われて、で実はこういうことがあってこういうふうに考えたっていう話をすると「お前それは違うぞ」と「見方がおかしい」と。いい部屋どこ？お部屋探しはエイブルエイブル。お部屋探しはエイブルエイブル。お部屋探しは検索より相談だ。エイブル。やっぱりその親友もすごく、自分と違ってものすごく頭のいい面倒見のいいやつで、自分が例えばネガティブに物事を捉えて傷ついてるとそれを敏感に察知してくれるんですね。お前どうした?と言われて、で実はこういうことがあってこういうふうに考えたっていう話をすると「お前それは違うぞ」と「見方がおかしい」と。物事を一つに対して見るのは真正面だけじゃないと。後ろから見ることもできるし横から見ることもできるし上でも下でも斜めでもいいのに、お前は傷つく面からでしか見てないと。他の面から見る努力はしたのかっていうことを言われて、物事を捉え方を変える努力をする必要があるのかっていう、その時初めて世界の見方っていうのを考え始めた時でしたね。そうですね。もうむしろ写真だけではない、生き方とか全てそうなんじゃないかなと思うんですけど、仕事にしてもそうですけど、やっぱり何か失敗したからといってネガティブなことだけではないはずなんですね。じゃあ次からはその失敗をしないように気をつければいいとか、
それこそ人間関係だってそうですけど、あの人を怒らせてしまった、うわやっちまったなと思っても、次からじゃあ怒らせないようにしなければいいって気をつければいいだけなんですけど、どうもネガティブな気持ちってすごく力が強いんで引っ張られやすいんですよね。だからそういったことを、アメリカのそのラフな生き方をしてる人たちとか、その細かく説明してくれた親友がいたっていうのが人生変わったところだったかなと思いますね。だからそういったちょっとした経験でやっぱり人生って変わると思うので、何か変わるきっかけをくれる人がいたら、その人のアイデアに飛び込んでみるっていう、ちょっとした勇気でいいので、もう失うものっていうのは何もないと考えて行ってみるのもいいんじゃないかなと思います。あとは素直に出来事を受け入れるっていう、それだけですね。お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しはエイブルエイブル。